いつも、よく、時々、たまに英語に翻訳すると全部同じ言葉みたいに聞こえます。でもこの言葉、日本語では何パーセントぐらいの頻度で使う言葉なのか知っていますか？こんにちは、ゆきです。今日も日本語の言葉と文化のポッドキャストへようこそ。今回は現役の日本語教師の私が外国人の学生がよく迷う頻度を表す副詞の使い方を解説します。パーセンテージが高い順に解説します。はっきりニュアンスが違うので文を一緒に作りながら解説していきますね。リスニングやシャドーイング、イマージョン学習にぜひ使ってください。まず一つ目、いつも。いつも。これは英語に翻訳すると always ですから 100% の頻度です。彼女はいつも笑顔です。というと、彼女はいつも笑っていますということです。彼女が怒ったり泣いたりしているのを見たことが一度もありませんという時に使います。この道はいつも混んでいるというと、この道はいつも渋滞していて、この道が空いているのを一度も見たことがありませんという時に使います。いつも 100% で、少しレベルの高い言葉になりますが、いつもと同じような意味で常にという言葉があります。聞いたことがありますか？日本語には話し言葉と書き言葉があります。いつもは話し言葉です。常には書き言葉です。意味はほとんど同じですが、常には書き言葉でよく使うので、普段の会話ではあまり使いません。でも、本とかビジネスとか、あとは論文、レポートとかではいつもではなくて常にを使った方がスマートです。そう、私のいる沖縄では梅雨が明けましたとこの前動画でお知らせしたんですが、今大きな台風が来ています。今日は交通機関、バスやモノレールも止まっていますし、スーパーも休みになっているお店があります。この台風はとても大きいので、台湾やフィリピンも強い風が吹いているようです。皆さん気をつけて過ごしてくださいね。私も気をつけます。はい、ではレッスンに戻りましょう。2つ目、大抵。大抵、英語では usually や generally のような意味です。頻度は約 80% ぐらい。自分のルーティンを言うときによく使います。私は大抵仕事から帰ったら犬の散歩に行きます。そうですね。週に5回とか6回とか、毎日ではないですが、ほとんど毎日という時に使います。多くの学生が間違ってしまう言葉に、大抵と大体、とてもよく似ています。大抵は頻度、週に何回とか、頻度を表す副詞です。大体は数を表します。例えばこんな感じ。友達に、ねえ、昨日のパーティー何人ぐらい来てたと聞かれたら、だいたい50人ぐらいかな、みたいに言います。だいたい50人。
これは数を聞かれてますよね。何人ぐらいと聞いて50人ぐらい数を言います。数えたわけではないから正しい数はわからないけど、だいたいこれぐらいかなという時にだいたいをつけます。ですから、数を聞かれた時は大抵は使いません。数の時はだいたい。今の私の説明でだいたいわかりましたか？そう、わかったかな？どれぐらいわかったかな？というのを聞くときにもだいたいを使います。だいたいわかりましたか？はい、じゃあ3つ目はよく。よく。これはだいたい 60% ぐらいです。英語にすると often。半分より少し頻度が高いぐらいですね。習慣とは言えない、ルーティンではないけど、よく、やることが多いかなということに使います。それをする回数が多いという時、例えば彼はよく映画を見に行きますとか、彼女はよく泣きますみたいな感じ。面白いんだけど、よく泣く人のことを言う言葉があって、それを泣き虫と言います。よく泣く人のことを泣き虫と言います。面白いですよね。で、教科書、テキストで often の意味を調べると、しばしばとかたびたびと書かれていることが多いです。でも、しばしばというのはあまり普段の会話で使わないので、これも書き言葉なんですね。ですから会話だとよくを使います。じゃあここでクイズをします。じゃあこの会話で、括弧に入るのがどの言葉か、いつも、大抵、よく、いつも、大抵、よく、どれがいいかクイズに答えてください。ねえ、彼最近筋トレ頑張っているみたいだね。うん、仕事帰りにジムに行っているらしいよ。え、毎日行ってるの？うん、毎日行っているんだって。わかりましたか？ヒントは、毎日行っているの？という質問です。答えがわかった人は、答えをタップしてくださいね。コメントに書いてもいいですよ。はい、じゃあ、後半まだいきます。4つ目、時々、時々。これは英語にすると sometimes。だいたい 50% ぐらいです。ルーティンではなくて、やるときもあるし、やらないときもあるというときに使います。私は時々漫画を読みます。いつも漫画を読むわけではなくて、本を読むときもあるし、漫画を読むときもあるというときに使います。たまに。これはさらに頻度が下がって 20% ぐらいの時。私のパソコンたまにフリーズするんだよね。これはいつもは大丈夫なんだけど、週に1回ぐらいパソコンの調子が悪い時がある。そういう時にたまにを使います。あとは、ねえ、たまには新しくできたカフェに行ってみない？という感じで、新しい場所へ行こうと人を誘う時にもよく使います。たまに。はい、じゃあ最後の2つはとても頻度が低いので、ないという否定を表す言葉と一緒に使います。まず 5% から 10% ぐらいの言葉がめったにないという言葉。例えこれは rarely とか seldom と同じような言葉です。彼はめったに肉を食べないとか、私はめったに運動をしないみたいな感じ。この行動をするのが珍しいという時に使います。で、最後、これは全然ない。全然ない。こ
これは 0%。英語にすると not at all と同じですね。ですから、やらないことです。私は全然泳げないとか、私はお酒を全然飲まない。一滴もお酒を飲みませんという時、私は全然お酒を飲みませんと言います。はい、お疲れ様でした。今日は頻度を表す副詞。いつも、大抵、よく、時々、たまに、めったにない、全然ない、たくさんありましたね。これをだいたい何%ぐらいかなで文を作ってみて、文で覚えたりイメージで覚えたりすると忘れにくくなります。ぜひたくさん文を作って使ってくださいね。今日覚えたこの副詞を使って文を作ってぜひコメントに日本語で書いてください。日本語で書けない人は英語でも AI を使ったりローマ字で書いてもいいですよ。私も皆さんのコメントを読むのをとても楽しみにしています。このポッドキャストが役に立った、面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたの応援がとても励みになっています。JLPT の N4 の言葉、似ている言葉を集めたポッドキャストの再生リストも作ったので、気になる人はこちらの動画もチェックしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。